Are we just smaller versions of a 今年買ってよかったものを紹介します。他の旅とかもこれでなんか変な音がする。自分でここでこうちゃんとした本棚なのでおしゃれとしてもとっても、まずこのキャビネットが6:50 a.m. on a Tuesday. Bathed in birdsong the moment I wake. Turn the dial to the right place. This is my morning, the Tennessee way. My dog is ready to be walking. Pot of coffee got me talking. Patsy cries out, she's so crazy. This is a morning Tennessee made me. Spend a carpet through the Esther. See no bouquets, started walking faster. Hearts are bursting, moving early. This is morning Tennessee made me. Kick the burned out bottle rocket, nursing a sunburn I got on the Harpeth in the narrow. こんにちは、えりこです。今回は2025年ラストの動画ということで、2025年今年買ってよかったものを紹介します。イエーイ動画でもいろいろシェアしていたと思うんですが、今年は本当に旅が多い1年だったなと思っています。で、その中で旅で買ったものとか、あとはお部屋ももちろん大好きなので、よくメインで使う家具っていうのは去年のうちに揃えていたんですけど、今年はさらに本棚とかキャビネットとかキッチンツールとか、自分の暮らしが居心地よくなるものとか便利になるようなもの、暮らしのアップデートをするような1年でもあったなと思っています。買ってよかったものを紹介するんですけど、特に選び方の基準としては、ただシンプルで機能的っていうものは選んでいなくて、見ているだけでもまずときめく、気分が上がるものかつ、私の暮らしにとっても馴染んでくれたなっていうようなものを15個選びました。私もお茶を飲みながらゆるっとお話ししていくので、皆さんも最後まで見ていただけたら嬉しいです。それでは早速行ってみましょう。では15位から紹介します。買ってよかったもの15位はじゃららららんじゃん、はい、このティーポットです。これはね、今ちょうど使っているし、多分動画見てくださってる方は何回も登場してるのがわかるんじゃないかなと思うんですけど、今年とっても愛用したティーポットでお気に入りのものです。スタジオミリグラムっていうオーストラリア・メルボルンにある雑貨ブランドのティーポットです。今年の2月にメルボルンに3週間旅行してきたんですけど、その時に出会ってお家に迎えました。結構今年紅茶を飲む習慣がたくさん増えて、コーヒーももともとずっと大好きなんですけど、紅茶よく飲んでいた1年だったなと思います。その理由の一つがこのティーポットを迎えたっていうのはあるかなと思っていて、とってもね使いたくなる
ぽってりしたフォルムでアンバーの色が絶妙なのと、この蛇口のところのデザインとか、この取っ手のところのデザインとかとっても特徴的で、こう一つテーブルにあるとなんかこう癒されるなっていう見た目をしているので、まずデザインが大好きですね。このフラワーベースとじょうろも一緒に購入したんですけど、こんな感じでちょっと特徴的な配色をしているので、本当にあるだけでインテリアのアクセントになってくれて、とっても気に入っています。日本でも普通にこう買えたらいいんですけど、オンラインで買えるのでぜひちょっとチェックしてみてください。というわけで15位はこのスタジオミリグラムのティーポットでした。14位はじゃじゃん、こちらのティーウォーマーです。シンクっていう吉祥寺にある輸入雑貨のお店で購入しました。デンマークのブランドだったかな。こんな感じでこうティーポットを上に置いて活用しています。このティーポットと合わせて今年とってもたくさん使ったアイテムかなと思います。動画にもたくさん出してました。1杯目入れて、であと 2,3 杯飲めるんだけど、この1杯目が終わる頃にはやっぱり少し冷めてたりとか、こう冷たくなっちゃうなっていうことがあると思います。でそれを解決してくれるのがこのティーウォーマーで、ティーウォーマーってたくさんデザインとかはブランドもあると思うんですけど、このティーウォーマーはこう主張しすぎず、こうやってお気に入りのティーポットがとってもこう映えてくれるっていうデザイン。アイアンのこういう素材のティーウォーマーって意外となくて、とっても気に入っています。メインの機能じゃないんですけど、こうキャンドルをこう焚くんですね。こうティーウォーマーとして使ってるだけでキャンドルをこう焚いてるような雰囲気を味わえるっていうのがすごくいいなと思ってます。この火の揺らぎってこう普通の間接照明とかライトでは味わえないようなニュアンスではあるので、紅茶飲む時ってちょっとゆっくりしたいなとか、ふっと落ち着きたいなっていうタイミングなので、それと合わせてこうキャンドルの火の光をこう見れるっていうのも、とってもいいなと思っています。というわけで14位はシンクのティーウォーマーでした。はい、では次13位はじゃじゃんプレリーカードです。簡単に言うとこう名刺の代わりになるようなものです。このプレリーカードはスマホにピッとこうかざすだけでリンクが開いてくれるようなチップが入っていて、それでこう読み取って情報が見れるようなツールになってます。でその事前にプレリーカードのこうページに YouTube とか Instagram リンクとか、あとはポートフォリオとか見てほしいなっていうものを設定しておきます。4000円ぐらいなんですけど、デザインはこうテンプレもあるし、こうやって私は一から裏に好きな写真、表はエディコズフックっていうのとワトルっていうキャラクターを作っているので、そのキャラクターの絵みたいなのをデザインして印刷しました。最近で言うとこの前東京ブックアートフェアに行ってきたんですけど、その時にこう出展している方とお話ししてて、YouTube 動画撮ってたので、どういった動画撮ってるんですかっていう風にお話になった時に、これをさっと出して見てもらいました。結構そういうバタバタしてる場所とかだと検索窓にこう入力してもらったりとかちょっと大変だと思うので、そういう時にこうパッと見てもらえる。このプレリーカードを持ってて自分の紹介がとってもしやすくなったので、フリーランスの方とか何かこう趣味で活動していることがあって、会った人にちょっと紹介したいなっていうものがある方はぜひこのプレリーカードおすすめなので作ってみてください。というわけで13位はプレリーカードでした。では12位はじゃん、サトルボリーズ台湾ニーズヒノキインセンスです。これは JAU っていうオーストラリア雑貨のお店が東京の富ヶ谷にあるんですけど、そこで出会って購入しました。今年出会ってよかったなっていうふうに思っているお香の一つです。このサトルボディーズのお香は香木 100% で作られてます。普通お香っていろいろこう香りが
混じってたりとかブレンドされていることが一般的だと思うんですが、これは台湾ニーズヒノキインセンスなので、ヒノキの香りがそのままする感じ、森に迷い込んだようなディープな森林の香りがするんです。仕事が終わってちょっとふーっとしたい時とか、スイッチを入れる時にこのお香を焚いてリラックスしてるっていうような使い方をしてます。ちょっと特徴的なお香なので、お香のバリエーションの一つとしてとっても活用させていただいてます。ウッディな香りとかが好きな人にはとってもおすすめのお香なので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。というわけで12位はサトルボディーズのお香でした。で11位はじゃん、ファインリトルデイズのポットマットとカッティングボードです。これはちょうど12月最近購入しました。でこれはですね、スウェーデンにこの前行ってきたんですけど、ファインリトルデイズっていうのがスウェーデンのヨーテボリっていう町にあるところで生まれたブランドで、そこの店舗に行って見つけて購入しました。配色のセンスがとっても素敵で、いろんな種類あったんですけど、この2つを購入しました。で使い方としては、ポットマットはこういう感じで鍋敷きというか、ティーウォーマーがなくて直に置きたい時に使ったりとか、こういうちょっとしたコップとあとお菓子を置いてトレイとして使ったりとか、そういった使い方ができます。この細長いマットはチーズをここに置いたりとか、この前は熱いグラタンの容器をここに乗せて使ったりとか、木でできてるんですけど耐熱なので、そういった使い方ができます。私結構持ってる食器とかが柄物っていうよりはこういう色が特徴的なものとか、シンプルなデザインが多いので、そういった時にこういうアクセントになりそうなデザインのものがあるとテーブルが華やかになるなっていうふうに思って、とても買ってよかったなと思ってます。特にこっちが使いやすいかなと思います。この正方形のものはこういうふうにちょっと物を置くとか、ちょっとした使い方ができるので、普段使いして一番使うんだろうなっていうのはこの正方形のものです。こっちはね、結構アクセントになるので、キッチンの壁とかに立てかけておくだけでもアートみたいな感じで見えるのがとってもお気に入りのポイントです。というわけで11位はファインリトルデイのポットマットとカッティングボードでした。で第10位はボンブックスのフォトアルバムです。オリジナルのフォトアルバムで、私は第1弾として夏に行ったモンゴルの写真をアルバムにしてみました。他の旅とかもこれでシリーズ化していきたいなと思っているぐらい、本当に買ってよかったなと思うアルバムです。私結構こういうオリジナルのフォトアルバムサービスっていくつも使っているんですけど、その中でもとっても上質で、でも高すぎない、気軽にというよりは少ししっかり残したいなっていう方におすすめのフォトブックサービスです。24ページと48ページっていう2パターン選べて、パソコンとかスマホで好きな写真を選んで2分割にするとか1枚絵にするとか、自由に組み合わせてそのフォトアルバムを自分で作っていきます。特にお気に入りなのはこの表紙ですね。これは布でできている表紙で、本当に絵本を自分で作ったかのような高級感があります。麻の素材で真ん中に自分の好きな写真を額に入ってるような感じで埋められる、インテリアにもなるんですよね。最近この棚のところに立てかけて置いてたりするんですけど、それぐらいお部屋に馴染んでくれるのでとってもいいです。これをこの前ストーリーでちょっと上げてみたんですけど、そしたら私の友達が結婚式で使いたいって言ってて、でこの前結婚式を呼んでもらったんですけど、その時に写真コーナーのところにいくつか思い出の写真をこのボンブックスのフォトアルバムで作って置いてました。1つ4000円ぐらいかな、48ページで4000円ぐらいなので、とっても安いっていうわけじゃないんですけど、メモリーとして残すのにとってもおすすめのフォトアルバムなので使ってみてください。というわけで10位はこのボンブックスのフォトアルバムでした。
次9位の紹介するんですけど、実はこれ今別日に撮ってます。9位から7位の紹介が全部ボケボケになってしまっていたので、改めて撮り直しています。で、第9位はこのジョコンドのルームウェアです。このジョコンドっていうブランドは、実は友達のインスタグラムで暮らしとかガジェットを発信しているあつやんがプロデュースしているブランドです。知ったきっかけとしては友達だからっていうのはあるんですけど、それをなしにしても最近本当に毎日のように着ているルームウェアです。基本はルームウェアとして使ってて、ただこれで普通にお出かけもよく行ってます。立ち位置としては本当お出かけもできるようなルームウェアっていう立ち位置です。私は結構優柔不断なので、今日何着ようかなとか、この上と下何合わせようかなとか結構考えるんですね。寝る時はもちろんパジャマを着るんですけど、寝て起きてとりあえずこのジョコンドを着る。で、ちゃんとお出かけしに行く時はおしゃれ着を着る。ちょっとしたお出かけの時はもうそのままジョコンドで行くみたいな感じで、とりあえずジョコンドを着るみたいな、そういうのがルーティーンになってるなと思います。このジョコンドは本当に着る、本当にリラックスして着れる。素材がね、こういうテロッとした素材がとっても柔らかくて、でもテカッとしてるので上品というかルームウェアすぎないので、普通にお出かけも全然できる。このスウェットタイプだけだったんですけど、最近このポロシャツタイプも増えたので、私はこのポロシャツタイプでちょっとブラウンっぽい色、これが気に入ってて、最近こっちを好きでよく着てます。ユニセックスなので私もですし、彼も一緒のものをサイズ違いで着てて、夫婦で気に入って着ています。で、毎日着ている中でもう一つとってもいいなって思っているポイントがお手入れの楽ちんさです。普通おしゃれ着っておしゃれ着洗いしなきゃいけないと思うんですけど、もうこのジョコンドは推奨されてるわけじゃないんですけど、ドラム式洗濯機で乾燥まで私たちはもう洗っちゃってて、それでも全然綺麗に着れているのと、ずっと着ててもシワになりにくいのはとってもいいなと思っていて、それも気に入ってます。着心地が良くてリラックスできるし、お手入れも楽ちん、それでいて普通のお出かけにも行ける。そういった立ち位置の服って意外となかったので、本当に重宝してます。というわけで第9位はジョコンドのルームウェアでした。では第8位はこちらの R 系の炭酸水メーカーです。私お家でよく炭酸水も好きで飲むんですけど、クラフトコーラとかレモネード、あとはジンとかのお酒を炭酸水で割って飲みたいなっていう時がたまにあるんですけど、そういう時に今まではいつもコンビニとかスーパーで炭酸水を買って使ってたんですね。500ミリとか1リットルのペットボトルを、コップ1杯ぐらい継ぐと少し余っちゃって、で次飲みたいなって思った頃にはもう炭酸水が抜けてて、もうそのまま捨てるしかないとかで、その度にペットボトルのゴミが増えていくのがちょっと気になってたりとかで、それが本当炭酸水メーカーを買ってからは全くそういうことがなくなってストレスフリーになったので、本当にそれで買ってよかったなと思ってます。うちではブリタから水入れてるんですけど、これをこのまま専用のボトルをこうして、なんか変な音がするな。なんか変な音がする。びっくりして飛んできちゃったもう。私もあれなんでだと思って、いつもと同じことやったのにと思って。僕もジョコンド着てます。そうだよね。あ、これでいいんじゃないか。締まりきってなかったんじゃないかな。なんか緩んじゃったのかな。なんかネジが緩んでたみたいで。そう、こんな感じで水に何プッシュかするだけですぐ炭酸水ができます。で3回ぐらいプッシュすると強炭酸になるっていう感じ。こんな感じで簡単に炭酸水が作れるので本当に快適です。で炭酸水メーカーってたくさんいろんなブランドから出てはいるんだけど、その中でもこの R 系を買ってよかったなと思ってます。何よりね、デザインが本当に可愛いです。まず我が家の
家電はなるべく白で合わせているので、カラーバリエーションが黒とグレーしかないっていうところって結構あったりするので、白があっていいですし、スウェーデンのメーカーなのでやっぱりこう北欧のデザインらしいスタイリッシュなデザインで、普通にこう置いてても見た目的にも綺麗。これ買ったきっかけが Amazon のプライムデーセールとかだったんですけど、他にももっと安いのはあって、それにしようかって話をしてたんですけど、 1,2 万ぐらい高かったんですけど、これを選びました。あとここに持ってこれてる通りコードレスなんですね。この筒の中にガスボンベが入る仕組みになっていて、見た目はわからないような感じにもなってますし、コンセントもないので本当にすっきりしてます。こう1回ずつこう出してきて使うっていうようなワンクッションが挟まずに、もうそのまま水を入れてプッシュしてっていうような風に使いたいってなると、キッチンの上に置いておきたいので、置いといても可愛い、馴染むっていうのが本当に気に入ってます。というわけで第8位はアールケの炭酸水メーカーでした。そして第7位はじゃん、ミズノとマーガレット・ハウベルのコラボのスニーカーです。これは夏ぐらいから本当に毎日のように履いてるので選ばせていただきました。でこのスニーカーを買ったのは今年の8月のモンゴル旅行に行く前日とかに購入しました。普段私スニーカー大好きで毎日のように履いてるんですけど、白いスニーカーとブラウンのおしゃれなスニーカー、それを愛用していて、そういうモンゴルで汚れてもいいような乗馬とかもできるようなスニーカーないかなと思って探してたんですね。いろいろお店を回ってたら、マーガレット・ハウエルの店舗で見つけました。で店員さんに聞いたところ、これはハイキング用のシューズとして作られたみたいで、完全防水ゴアテックスっていう素材でできているので、本当に完全防水、濡れてもこう中に入ってこないような素材でできていて、でミズノなので本当にここのソールがねこう柔らかくて履きやすいです。とってもソールもちょっと厚めなので疲れにくい。で実際にモンゴル旅でも活躍してましたし、私はそういうアウトドアシーンで使いたいなと思って買ってはいたんですけど、その後も普通にこう東京で過ごしてる中でもとっても履きやすいので、もう毎日のようにこれを履いちゃってます。マーガレット・ハウエルのコラボということで、デザイン性も本当に良くて、ハイキング用なのにスタイリッシュだなっていうのもいいです。おしゃれ着に合わせても可愛く着れるので、普段着でも使ってます。12月もスウェーデン行ったんですけど、北欧の冬って結構雨でドヨーンとした天気が多いんですね。で実際に私たちが行った時も雨ばっかり降ってたんですけど、その時もなんか帰ってきて気づいたら、全然靴下に浸透してきてちょっと大変だったなみたいなことが一切なくて、快適に過ごせたので、雨の日に履くとかキャンプ用の靴探してる人には本当におすすめの靴です。というわけで第7位はミズノとマーガレット・ハウエルのコラボのスニーカーでした。で6位はで紹介する前に彼が帰ってきたので、ちょっと2人でここからはちょっと話そうかなと思っています、いつも通りちょっと僕が帰ってきて少しだけ電気をつけて今撮影を開始しております。ありがとうございます、というわけで一緒に6位から紹介していきます、6位はじゃんアラビアのアネモネっていうティーカップです。よいしょ。フィンランドに4月旅行行った時にヴィンテージショップで見つけて購入しました。それは今も現行で発売されてるの？多分ね、これは現行はなくて廃盤になってるからヴィンテージしかないはず。そうなんだ。そう、この今お茶を飲んでたこっちのこのカップもアラビアのものなんだけど、これもヴィンテージで廃盤になっている昔に作られたデザインのものです。で結構昔のデザインのものはこういう手書きで一つ一つ作っているものが多くて、アラビアのティーカップはこの操作もね一見シンプルなんだけど、よく見るとこうちょっとにじみがあって手で描いたなっていうような雰囲気があったりとか、このアネモネはこのお花のデザインなんだけど、これも
全部一つ一つニュアンスがちょっとずつ違くて、ティーカップごとにも微妙に描き方とか色とかの雰囲気が違うので、その中からこれがいいなと思って選んできました。でアラビアのこういった同じ形のデザインのものは、ヴィンテージなのでたくさんデザインはあるんだけど、その中でもこのアネモネがやっぱり一番ね可愛いなと思って選んで、実際に日々使ってるんだけど、やっぱりついこれを手に取りたくなるデザインです。シックな印象だね。そうそうそう、シックな感じ。確かになんか私と相性良さそうだったので、確かに、はい、選びました。なんかねフィンランドで買ったっていうのもあって、少しこう家にいるんだけどちょっとフィンランド気分を味わえるというか、なんかフィンランドとつながってるような気持ちになれるので、お気に入りで使ってます。北欧雑貨のお店とかでも結構置いてあること多いので、もし見つけたら買ってみてください。というわけで第6位はこのアラビアのアネモネでした。5位以降を紹介する前に番外編みたいな形でガジェットを3つ紹介したいなと思っています。基本は暮らしのものとかインテリアとか興味を持って見てくださってる方が多いかなと思うんですけど、私自身は結構こういうカメラとかその暮らしが便利になるガジェットも好きなので、今年もたくさんいろいろそういったものを買いました。でその中でも特に暮らしが変わったなって思ったものを3つ厳選したので、それもちょっと紹介したいです。まず1つ目がこのライカ M6 っていうフィルムカメラです。今年は2月ぐらいからフィルムカメラを始めて、でこれは2代目のフィルムカメラです。前はねもう少し大きなカメラを使ってたんだけど、これ秋ぐらいに購入して、そこからずっと愛用して使ってます。上海、韓国、スウェーデンとかそういう旅にもいつも持ってってました。ちなみになんで最初からそれを買わなかったの？高いからですね高かったね。そう、これはレンズとボディ合わせて50万いかないくらいかな。フィルムカメラの中でもとってもいいカメラなんです。はい、はい、名機と言われるもの。そうライカっていうカメラメーカーの中ではもうフィルムカメラの中では一番上かな。そう、フィルムをとってもなんかたくさん楽しむんだったら、どうせだったらいいものを一回買ってもう使い込んだ方がいいんじゃないかっていうことで意を決して購入しました。画質もいいし、かつなんかこうちゃんとしたフィルムの線の細さとか柔らかさみたいなのを感じられて、デジカメも持ってるんだけどね、でもなんかそれで撮るよりもこう空気感も含めて閉じ込めるっていうのがやっぱフィルムの良さだから、これ初めてマニュアルフォーカス、自分でここでこうピントを合わせるんだけど、全てがオートじゃなくてマニュアルっていうのを初めて私は使ってるので、そういう楽しさはあるかも。不便だからこその楽しさみたいなのをこれで初めて味わってて、よりカメラを使うのが好きになったなと思います。あとね、見た目がやっぱり可愛い。大事。見た目が可愛い本当にで軽い、重いんだけど軽い。レンズも含めて選んでよかったね。このレンズはね、もう来た瞬間にレンズだけでこんなにときめくことがあるのかって思う、この軽さとデザイン性。これは本当に今までで一番ときめいたカメラです。ちょっとフィルムの世界も入ってみる方が増えたら嬉しいなと思います。というわけで1つ目はライカ M6 フィルムカメラでした。で次はこちらオーラリング4です。普段はこんな感じで右手の人差し指に他の指輪と一緒のような感じでこうつけてます。オーラリングって何かっていうと、ウェアラブル型の健康デバイスっていうふうに言われていて、自分の心拍とか睡眠の記録とか、そういったなんかこう自分の体に関することをたくさん全部記録してくれるっていうようなデバイスです。で Apple Watch とかも使ったことあるんですけど、 Apple Watch とかを寝ながら使うって私全然できなくて、なんか邪魔だよね。ちょっと邪魔だったりとか窮屈だったりするんだけど、こう指輪をつけて過ごすっていうのは結構日常に馴染んでるので、そんなにこう煩わしくないし、お風呂でもサウナでも使えるっていう
リングなので本当に外す必要がない、充電の時以外はっていう感じ。それがすごくいいなと思ってます。例えば昨日だと4時間しか寝れなかったとかだとちょっと疲れてるから、じゃあ次の日たくさん早めにベッドに入って寝なきゃなとか、そういう自分の健康を可視化できるから、それに合わせて自分が生活を変えていけるみたいな良さがやっぱりあるなと思っていて、今までそういう経験をしたことないので、健康を維持するために買ってよかったなと思ってます。この年になるとさ、なんか健康を意識するよね。そうだね、周りの人も結構健康を意識してるかもしれない。オーラリング僕も使っててめっちゃいいなと思ってるのは、表体温が見れるところ。あー確かにね。風邪がひきそうって時ってちょっとだけ体温が上がるのよ。でもう完全にダウンしちゃう前に表体温高いですっていうのが分かれば、もう事前に葛根湯とか、そういう要は漢方薬とかなんか薬を飲んで少し安静にしておけば風邪をひかないっていうのがあって、もう半年ぐらい風邪ひいてなくない？風邪ひいてないかも。なんか今年全然風邪ひいてないのよ俺。風邪ひいてないかも。でしょ？これの効果もしかして。なんか去年とか一昨年とか結構風邪ひいてたよね。あー確かに風邪ひいてた。なんかね、今年に入ってからほとんど風邪ひいてないのはこれのおかげかなと思ってる。すごい。多分僕がエリコちゃんの睡眠とか見たりとか、それがねすごいそういうのしてるよね。そう客観的に見れるから、例えば一緒にベッドに寝てても、その実は2時とか3時とかに寝てましたみたいなのを勝手にこう見て分かってくれるのは地味に嬉しいよね。いいことだと思います。なのでそう買ってよかったもの一つはこのオーラリング4でした。番外編ラスト3つ目はこのリミットレスです、こういう感じでもうネックレスみたいな感じで毎日つけて使うデバイスです。これ何かというと、日々の会話を記録してくれます。24時間365日身につけてれば、電池がね続けば録音してくれて、でそれをただ録音するだけじゃなくて、これもアプリと連携してて、今日何をしてたとか何を会話したとかっていうのをチャット GPT がハイライトしてくれて報告してくれるっていうものです。すごくないですか？会話を全部記録してくれるっていう。なんかしかも結構正確だよね。正確っていうか、正確。最近マダミスとかやってるじゃん。マーダーミステリー。この前僕とエリコちゃんがマーダーミステリー内で夫婦役やって、で不倫をするみたいな役だったんだけど、それもちゃんと認識してくれて、ちゃんと冗談ですね、冗談で楽しそうでしたっていうね、そういうのも確認してくれたりとかするっていうのも、まあいいなっていう感じ、でこれをつけててよかったなっていうことで言うと、やっぱり日々の会話って忘れていっちゃうので、それがこうちゃんとテキストに残って明日見ると、あ、そういえばそういう会話したわっていうのがちゃんと頭に入ってくる、なんか復習みたいな感じで入ってくるのがいいなっていうふうに思ってます。あとは普段会話してて1週間後とかに、そういえばこの時なんて言われてたっけみたいなのを質問すると返してくれるので、そういう抜け漏れみたいな、聞き忘れみたいなことが少なくなったのがとってもいいなと思ってます。難点はこれを今買えないっていうことですね。そうだね。メタに Facebook に買収されてしまったので、買収されてしまった、悲しいことにその新しくこのデバイスを買うことができない。あとそのメタに買収されたっていうので、今後このリミットレスがどうなるかはわからない。多分メタのデバイスにこういった機能がついていくような、将来的についていくのかなとは思うんだけど、今これを買うことができないので、それが残念ポイントかなと。でもね、なんかこう身につけることによって自分の体の情報とか、音声とか何かしらをこう記録しておくっていうのってやっぱなんか未来を感じるし、そうね、ただ便利になるとかじゃなくて、なんか新しい時代になるなっていう感じを思ったのがこのリミットレスかな。番外編の3つ目はリミットレスでした。では買ってよかったもの5位はじゃん、レインズのバックパックです。これは春に4月にデンマークにいた時に購入したんですけど、そこからパソコンをこう持って歩く時にいつも使ってるリュックとして愛用してます。
ルイジアナ美術館で買ったんだよね。そうルイジアナ美術館っていうコペンハーゲンにある美術館で購入して、でレインズは日本でも結構有名かなと思うんですけど、この防水のリュックとして有名です。そうなんだけどこのデザインはね日本では見たことがなくて、おしゃれとしてもとってもデザイン性がいいし、機能的にもとってもいい。まずここの街が今開いた状態なんですけど、チャックでここをぺったんこにできます。なので荷物が少ない時とか薄いものだけ持ってる時とかはぺったんこにできたりで、ここポケットがあるので、私はいつもここに電車で読む本だったりとかイヤホンとかそういったちょっとこうすぐパッと出したいなっていうのをここにしまってます。あとはそのポッケとここの街のところのデザインがバイカラーみたいになっていて、ベースの色はベージュなんだけど、そこにこうクリーム色と、あとアクセントカラーでこの緑が入ってます。このチャックの部分とで、それが結構珍しくて可愛いデザインだなっていうので気に入ってます。普段パソコンとか入れるものってシンプルな黒とかベージュのリュックとかになりがちなんだけど、ファッショナブルにも使えるものあったらいいなっていうので、これはすごく重宝してます。なんか容量的には結構大きいんだけど、あんまりごつくないのもいいよね。ごつくない、たくさんポケットがあるとかではないんだけど、ここに少し浅めのポケットがあるのと、こっち側にパソコンとかを収納できるようなポケットがあって意外と入る、収納力もそれなりにあっていいです。というわけで第5位はレインズのリュックでした。そして次第4位はこの松栄堂の堀川っていうお香です。でもともとね大阪にあるヴィンテージショップに行った時にとってもいい香りがするなっていうので、何のお香使ってますかって聞いたら、この堀川っていうお香を使ってますっていうので教えてもらって、そのまま松栄堂っていうお香屋さんに行って購入しました。どんな香り？和と洋で言ったら圧倒的に和というか、お寺に香ってそうな香りなんだけど、シナモンみたいな甘い香りが結構します。あ、するね。シナモンみたいな香りする。するよね。シナモンっていうかシナモンロールみたい。本当に。シナモンロールって言うとね結構洋っぽく感じるかもだけど、確かに和のシナモンロールっていう、ね、和だよね。和ではある。そうこの前落合楼っていう本当に老舗の旅館みたいなところに行ったんですけど、そこでいい香りだなって思ったら堀川のお香を焚いているっていう風に教えてくれて、そうだから私がいい香りって思うのは結構堀川の香りなんだなって思ってます。なるほど。ちなみにじゃあ聞きたいんですけど、なんかどういうタイミングでお香を使い分けてるの？完全に気分？気分。あ、気分なんだ。堀川結構ね夏焚いてたんだよね。なんか夏って結構実家とかおばあちゃん家にいることが多かったからなのかわかんないんだけど、ちっちゃい時になんかそういう懐かしい香りが嗅ぎたいなっていうことが多くて、だからこの堀川の香り嗅いでたんだけど、ティーポットで紅茶を飲んだりとかすると、あとキャンドルとかね焚いてるとちょっと気分も海外の気分になりたいなっていう時があって、そういう時はサトイボディーズとかあとマホっていうお香、そういう感じで気分で分けてるか。なるほど。気分のスイッチでこうなんかその一緒に合わせるものとかも結構あるって感じだね。そうだね、一緒に合わせるものとかどういう過ごし方するとかに合わせて今日はこの香りかなとかやってる気がします。だからそのラインナップが増えた感じ。去年まではマホっていうそのオーストラリアで出会ったお香ばっかり焚いてたんだけど、気分で使い分けられるようになったっていうのが自分的にはとっても良かったなと思ってます。はい、ちなみにね堀川と二条っていうのを同じ松栄堂から買って、二条っていう方が少し辛めで私は合わなくて、この堀川が好きでした。なるほど。そうというわけで、第4位は松栄堂の堀川っていうお香でした。そして第3位はじゃん、防衛門沿線のヴィンテージ本棚です。防衛門沿線っていうのがデンマークのこういう家具のデザイナーさん
昔いらっしゃった家具のデザイナーさんで、その方がデザインした本棚です。初めてヴィンテージの家具を購入した一つ目がこの本棚で、そういうこともあって結構この本棚にはとっても愛着があります。なんか割とシンプルな本棚だね。そうなの。足がついてる、もう少しデザイン性のある本棚にしようかなとかいろいろ迷ったんだけど、結果このシンプルなデザインの本棚にしました。シンプルなんだけどちゃんと機能性と、あとやっぱりちゃんとした本棚なので、木の質感とか色とか近くで見れば見るほどいいなって思うようなデザインなんだよね。あんまねこの木の感じ今ないもんね。ないの。そうなの、なんか動画で伝わるっていう感じなんだけど、近くで見るとちゃんと木の木目の感じとかね、棚板が2つあって3段になるんだけど、ここに細かく高さを変えれる穴がついているので、自分の本に合わせて微調整がとってもできるのが地味に嬉しい。で、一番上は小説入れてて、真ん中が単行本になってるので、単行本が入るちょっと広めの高さ。一番下が写真集とか雑誌を置いているので、高い本でも入るぐらい結構一番高い高さにして収納してます。本以外にもこういうさっき話したアネモネ、アラビアのアネモネをここに2つ置いたりとか、この本も表紙を見せてレイアウトしたりとかして、ただの本棚っていうよりはディスプレイ棚みたいな感じで活用してます。今年本もたくさん買ったり読んだりしてたので、そのお気に入りの本を愛着を持って使える本棚にちゃんと収納することができて、私はとっても嬉しくて、本当に買ってよかったなって思っている本棚です。というわけで第3位は防衛盲沿線のヴィンテージの本棚でした。で、買ってよかったもの第2位はじゃん、このイッタラのティーマです。で、今年平皿のタイプとこの深皿のタイプをいくつか購入しました。で、これは本当に春ぐらいに買ったんだけど、そこから使い倒している食器の一つだなと思っていて、多分食器の中だと一番使ってるんじゃないかな。そう、いろんなサイズといろんな色があるので、自分の使い方とか他の持っている食器に合わせてこのサイズないから買い足そうみたいなのが結構自由にできるのがいいなと思ってます。で、一番よく使ってるのはこのアイスブルーとブラウンの平皿です。使ってるシーンとしては、普通に普段2人で食事してる時にここにおかず入れたりとか取り皿として使うとかっていうのは、一般的ではあるんだけど、本当にこれ持っててよかったなって思うのは、友達が来て一緒にみんなで大人数でお食事をする時、友達が来た時とかって結構ワイワイガヤガヤしてて、そうするともしかしたら食器が割れる危険性とかもなくはないじゃないですか。陶芸家さんの器とかも普段使ってはいるんですけど、そういう瞬間だと不安だなっていう時があるんですけど、このティーマのお皿は現行品で普通に売ってて、買い足したりとかもすぐできるっていうのが、そういう安心感がやっぱり一番いいなと思ってます。で、それでいてこういうカラーバリエーションとかもあっておしゃれっていうのが日常使いとってもしやすくて、そこがとっても気に入ってるポイントです。食洗機にも入れてガシガシ洗ったりしても全然丈夫な、割れづらそうな分厚い素材でできているので、そこも安心感があっていいなと思っています。ということで第2位はイッタラのティーマでした。買ってよかったもの第1位は、こちらのアルテック×ムーミンのキャビネットです。まずこのキャビネットがお気に入りのポイントとしては、なんといってもじゃじゃん、ここの扉もそうだし、この反対側も書いてあって、この棚の内側とかいろんなところにムーミンの落書きが書いてあります。で、この落書きはムーミンの作者のトーベ・ヤンソンさんが実際に描いてたイラストみたいな、原画みたいなのを元に
レーザープリントされているイラストで、本当にね、ちっちゃい時に机とか棚にこう落書きしちゃう、子供が落書きしちゃうことってあると思うんだけど、そんな感じの雰囲気を醸し出しているイラストで、これがとっても可愛いです。中はこんな感じでこう収納してあって、ここにティーカップ、お茶、あとはコーヒー豆とかそういったお茶グッズを収納してて、こっちは裁縫道具とか、あとはこうお薬を入れたりとかする収納ケースがあって、ここにはフラワーベースを収納するみたいな感じで、このキャビネットに入れておきたいなっていうお気に入りのものだったりとかをここには収納してます。これもね、あれだよね、棚板が上下できるやつだよね。そうそうそう、棚板調節できるわ。あとは何といってもこの佇まいというか見た目がとってもいいなと思っていて、ちょっと濃いめというか薄すぎない濃いめの色の木材で、こう近くで見るとやっぱりこの重厚感というか、こう木の重みみたいなものも感じるような質感で、それがやっぱり愛着が湧くポイントなのかなと思っています。スツール60と色が揃ってるのもいいね。そう、スツール60、同じムーミンコラボのスツール60と色がぴったり合っていて、この足の形も揃っているので、そこがこう2つ揃うととっても綺麗です。もうどっちも買えないんだっけ？限定品でね。そうだね、限定品で、こっちのキャビネットは秋ぐらいに発売して、ただ抽選で日本だと限定30個とか数が少なくて、抽選で応募したら当たったので手に入ったっていう感じ。それぐらいこのムーミンのコラボは限定品。これはアルテックのキャビネット250っていうシリーズのムーミンのコラボなので、このキャビネットだったら普通に今も発売してます。それもね、結構復刻みたいな形で出てきたキャビネットみたいです。なかったの？現行品で。そう、なかったの。もともとなくて、そのムーミンのコラボをした後にムーミンコラボじゃないキャビネット250も復刻して普通に発売してるっていう感じ。なるほど。そうというわけで、第1位はこのアルテックとムーミンのコラボのキャビネットでした。というわけで、私の2025年買ってよかったものいかがでしたでしょうか。皆さんの2026年の暮らしがアップデートするきっかけになってたら嬉しいなと思います。この動画がね、2025年のラストの動画ということで上がると思うので、今年も1年本当にたくさん動画皆さん見てくださってありがとうございました。2026年も引き続き変わらずに私の暮らしだったりとかをたくさんシェアしていけたらいいなと思っているので、2026年もどうぞよろしくお願いします。ちなみにさ、はい、すごいいい返事ちなみにさ、2026年の最初の動画は何にするとかもう決まってんの？なんとなく決めてて、2025年の振り返りと2026年のやりたいこととか抱負とか、こういうことしたいみたいなのをシェアしよっかなみたいなのを考えてたりします。もう結構決まってきてんの？まだ決めてないんだじゃあこれから年末年始にかけて決めなきゃね。そう、ちょっとそういう自分もやらなきゃなの意味も込めて動画シェアしてみよう決めたらいいかなって思ってたり、皆さんが来年やってみたいみたいなことがもしあったら、それもコメントで私に教えてくれたらとっても嬉しいです。というわけで2025年もありがとうございました。2026年の動画もぜひゆるっと遊びに来てください。それではまた来年お会いしましょう。バイバーイ。